彼女とお茶してるんだよね。有意義な時間を過ごさせてもらってるよ。重要な商談の約束をすっぽかし、とんでもないことを口走る大手企業の担当者は、一時が万事、適当で無礼な男だ。地方企業の社長の俺は、貧乏下請けの社長と下に見られて笑われる。今日は契約書に捺印をいただきに伺うとお伝えしてましたよね。ああ、そうかもしれないね。お分かりですか？この案件は弊社にも御社にとっても重要なものなんですよ。もう何年もかけてここまでこぎつけて。たく、うるせえな。デートから帰ったらサインしてやるよ。3時間くらい待ってろ。どうせ暇だろ。俺が契約書へのサインを迫ると、面倒くさそうに怒った挙句、とんでもないことを言い出す。コケにされ、バカにされ、俺の我慢も限界を迎える。本当にそれで構わないですね。そうだって言ってるだろう。念を押した俺の言葉に怒り、一方的に電話を切ってしまう。俺は確かに確認しましたからね。担当者に突っぱねられた俺は、心置きなく担当を見捨てることにした。俺の名前は富山進。40代半ばで父から引き継いだ製鉄所を経営している。地方の街中では地元の中心企業としてやっているが、国内の枠で見れば昔ながらの家族経営の町工場といった規模の会社だ。俺は3代目社長になるが、工場は先代の父と先々代の祖父の時代から製品の質を売りにしてきた。国内の大手に比べれば生産量や作れる製品のサイズは劣る。その代わりに小型、中型の製品の生産に力を入れて、工場独自の機材の開発も進めた。同時に会社として営業力も強化し、数十年の時間をかけて地道に実績を重ねる。自分が社長になってからは少しばかり大きな勝負に打って出た。俺は品質を誇る製品を武器に、国内大手の製鉄会社や自動車メーカーに売り込みをかけたのだ。国内最大手の製鉄会社は最初の交渉から好意を示してくれた。それだけではなく、自動車メーカーからの反応も悪くなかった。俺はそうして父や祖父の代では実現できなかった販路と取引先の拡大に成功したのだ。現在、会社では国内大手の製鉄会社と数社の自動車部品会社と契約を結んでいる。いわゆる下請けという立場にはなるが、何も無理強いされない友好的な関係を築いてきた。だがそれはこれまでの話。かつて真摯に交渉の席につき、熱意を持って話をしてくれた大手製鉄会社の担当者。その人が退任してからというもの、今まで築き上げた関係が徐々に崩壊しつつある。後藤さん、こちらは発注書通りに作業してますよ。申し訳ないが、納品数が合わないというのは、御社の方で何か問題があるんじゃないですか？製鉄会社の現担当者である後藤さんに、恒例となってしまった抗議を申し入れる。この後藤さんというのが、常に何かしらのトラブルを引き起こしていた。私から、弊社の営業からも何度も確認のメールや連絡をさせてもらいましたが、返事は発注書に問題はないとのことでしたので、この日、製鉄会社に納品を済ませた直後にクレームが入った。納品数が足りないという電話があり、発注書と製鉄会社とのメールのやり取りを確認する。発注書にあった注文は中型サイズの鉄板を50枚。その指示数は目を通したメールの文中でも変わらない。しかし、納品を終えてみれば、製鉄会社から50枚足りないと言われてしまったのだ。後藤さん、どのタイミングで
注文数の間違いが分かったんですか？電話口でだんまりを決め込む後藤さんに粘り強く食らいつく。今回のトラブルは後藤さんの勘違いに端を発している。最初の発注の作成段階で数を打ち間違い、途中で気づいたらしいが、こちらへの連絡を怠った。後藤さんがしれっと発注数を訂正したのは、こちらでの作業が終わり、製品の状態確認をしている時だった。こちら側の担当者の個人アドレスへ、深夜に適当な謝罪と訂正を記したメールを送りつけてきたのである。メールはフォルダの中に埋もれ、こちらが見つけた時には後の祭りだった。そんなことして何になるの？オタクはとりあえず足りない分を作るしかないんじゃない？俺の怒りと追及を後藤さんは笑いながらあしらった。とにかく頼んだ仕事はやってもらわないと。でしたらまずは正確な発注とこまめな連絡をしていただけませんか？仕事が終わってからこうではこちらも困ります。困るって、こっちが困るんだよね。スケジュールがタイトなのはこっちなんだから。姿が見えないはずの電話越しなのに、後藤さんの表情と体勢がわかる。後藤さんはおそらく椅子にだらしなく座って気の抜けた顔をしているはずだ。声とねばついた口調からそれが伝わる。オタクはどうせ暇でしょ。地方の町工場に毛が生えた程度の製鉄会社なんだから。そんなことはありませんよ。すみませんが、こちらも作業日程に余裕はありません。まあ、そんな見え張らないで、足りない分はよろしく。日程は後で連絡させるから。じゃあ、終わり次第納品しておいて。後藤さんはそそくさと勝手に電話を切り、いつものように逃げた。連絡手段が電話でもメールでも、後藤さんのやり口はそれが当たり前。雑で投げやりな態度。都合が悪くなればヘラヘラと多弁になる。後藤さんはどのタイミングでもうちを舐めてふざけて接していた。後藤さんにとってうちはあくまでも下請け。それも地方の弱小製鉄会社。そのぐらいの認識なのだろう。大きな会社に下に見られたことはこれまでにもあるが、全担当者の姿勢を知る俺にしてみれば、現状は嘆かわしいとしか言いようがなかった。納品トラブルから1週間後、俺は東京を訪れていた。目的は、あの後藤さんのいる大手製鉄会社との新規案件の商談。これまでの一部製品の委託製造契約の他に、新分野での製品製造契約の締結を間近に控えていた。後藤さんの前、誠実だった前担当者時代からのこの案件は、時間をかけて両社で進めてきた。社長、これで一区切りですね。俺に同行していた若手営業の部下は、会社の大きな節目に立ち会えると興奮気味だった。そうだな。でも、実際はここからだ。出来上がった契約書を携えて、大手製鉄会社を訪問する。契約書に必要なのは、大手側担当者の後藤さんの捺印。後藤さんが契約書に判をつけ、その後は相手側の上層部に契約書が上がっていく。その流れに乗って、新規契約は早くに無事に済むはずだった。だが実はこれまでにも、後藤さんに捺印してもらうという機会はあった。後藤さんが珍しくうちに顔を見せた時や、こちら側から出向いたタイミング。こちらはその度に後藤さんに捺印を頼んでいたのだが、適当な後藤さんに拒否されたまま、今に至っていた。ああ、今は忙しいから、また今度。後藤さんは、そっけなくそういうこともあれば、半ば怒りを見せて断りもした。うるさいな。せかされるのは嫌なんだよ。後藤さんの人となりはよくわかっていただけに、契約書に対しても
適当そのものに考える様子に驚きはしなかった。しかし、予定やこれからの進捗を考えているこちらは焦る。待ち時間の限度。俺はそこを見極めて、自らが後藤さんの元へ向かうと決めた。事前に連絡を入れ、後藤さんと電話で打ち合わせもした。アポイントメントもしっかり取り付けて、準備万端。しかし、約束の時間に会社を訪ねると、後藤さんは不在だと言われてしまった。受付で、後藤は外出中ですと言われ、俺と同行の部下は、唖然となる。アポは取ったよな。ええ、そうですよね。あの人は、どこまでいい加減なんだよ。俺と部下は製鉄会社を出て、しばらく二人で取り留めのない会話を繰り返した。そしてそのまま後藤さんの携帯を鳴らす。後藤さんは数コール目で面倒くさそうに電話を取ると、珍しく上機嫌だった。ああ、どうも。何？どうかした？軽く笑いながら平然と言い放たれた。どうかしたも何も、後藤さん、今日は契約書に捺印をいただきに伺うとお伝えしてますよね。ああ、そうかもしれないね。そうかもしれないって、そうなんですよ。今日の午後2時にアポを取らせてもらってます。後藤さんとの温度差に少し打ちのめされそうになったが、俺はただ猛然と怒りを伝えた。お分かりですか？この案件は、弊社にも御社にとっても重要なものなんですよ。もう何年もかけてここまでこぎつけた。それなのに、窓口役でもあるあなたは何をしているんですか？何してるって。そうだな。俺は短いながらも、これまでの後藤さんの姿勢を非難した。日頃のやりとり、仕事への取り組み方。言いたいことはもっとあったが、こらえて抽象的にまとめていた。後藤さんは俺のそんな心の中を見透かしたのか、これまで以上に大きく笑うと、俺をバカにするように答えた。今は仕事の話しながら取引先の担当者、現彼女とお茶してるんだよね。は？彼女と仕事ついでのデートって感じだね。まあ、有意義な時間を過ごさせてもらってるね。わざとらしい、おおらかな後藤さんの笑い声が耳に残る。彼女とデートと言われたことも含めて、俺は後藤さんに挑発されていた。俺が本格的に単純に怒れば負けてしまう。そう思った俺は深く息を吸い込み、自分の目的だけを告げた。でしたら、後藤さんがどこにいるか教えてもらえますか？私がそこに行きますので、すぐに契約書に判を押していただきたい。え？ちょっと、冗談でしょ？冗談ではありませんよ。もし私に出向かれるのを拒否されるようなら、一度会社にお戻りいただきたい。そこで、判をいただければ結構です。いつまでも半笑いの後藤さんに要求を伝え、どうにかして目を覚まさせようとする俺。しかしそれも、俺の一人相撲に終わる。後藤さんは二言三言、電話口でブツブツとごね、契約書への捺印は面倒くさいと、ぼやくばかり。そんなもん、何が大事なんだかわからないね。どうせあのバカ真面目の前任者が、勝手に大事だって騒いだだけなんだろ。後藤さんの愚痴の最後は、特大のため息と、全担当者への暴言で締めくくられた。後藤さん、本気でそうおっしゃるんですか？本気だよ。あのね、俺はバカ真面目な前任と違って、容量がいいの。はあ、そうでしたか。そうなの。前任はバカで容量が悪いから、ちんけな下請けにも、丁寧に相手してやってんだよ。後藤さんの暴言は、抑えられなくなっていたようだ。バカとちんけが、滑らかに口から出てくる。どう考えても、
仕事相手との電話で使うような言葉ではない。俺はそうバカじゃない。だから、ちんけな下請けとはまともに付き合う気がないんだ。時間も無駄になるし。では、契約はどうなさるおつもりですか？後藤さんは前担当者。そして、俺と俺の会社を盛大にコケにする。俺はそんな後藤さんに契約はどうなるのか、それを確認した。それは最後通帳のつもりでもあった。とても重要な確認です。契約書への捺印はいつ、どうなさるおつもりですか？ああ、どうしても俺のハンコが欲しいなら、あと3時間待ってくれ。デート終わって外回りした後だったら、話を聞いてやってもいいよ。どこまでも軽薄な後藤さんに何の手立ても思いつかなくなる。唯一俺が打てる手は、後藤さんを本当に見放すかどうか決めることだけ。では、今この時点での捺印はしない。ということで、よろしいですか？しつこいね。そうだって言ってるだろう。本当によろしいですね。ああ、もう、いいってそれで。ったく、うるせえな。俺の念押しを、後藤さんはたった一言で断ち切った。うるさいと俺を一喝すると、そのまま電話を切る。社長、後藤さんは？俺と後藤さんのやりとりに耳を澄ませていた部下の顔には、緊張が浮かんでいた。ああ、契約はもうどうでもいいらしい。嘘ですよね。俺があっさり答えると、部下は絶句して固まってしまった。俺はそんな部下の肩を叩くと、ひとまず地元に戻ろうと声をかけた。後藤さんに待っていろと命じられたのは3時間。だが俺は3時間後には自分の会社の自分のデスクにいた。普段の契約書を見ながらどうしたものかとため息をつく。活かせたい業務であり、我ながら誰にとっても魅力的な案件だ。だから俺はこれを新企画として持ち込む先を考え直していた。おい、邪魔するよ。あの契約書、どうなった？突然耳に届いたのんきな声に顔を上げると、気だるそうにこちらに来る後藤さんと目が合った。上に契約書はってうるさく言われて、しょうがねえから来てやったんだよ。相変わらず、ここは遠いよな。一泊して帰ろうにも、ろくなホテルもありゃしない。後藤さんは窓の外を眺めて顔をしかめる。ああ、契約書。出して。ハンコ持ってきたから押してやるよ。半ばイラついているらしい後藤さんは片手を俺に伸ばして契約書をよこせというジェスチャーを見せた。早く。つまらねえからすぐ帰りたいんだよ。でしたらお帰りください。ハンコも結構です。もう不要ですので。俺も後藤さんの顔の前に手のひらを突きつける。後藤さんの申し出には意味がないという意思を示した。残念ですが、契約書には時間まで指定した期限を設けていました。その期限が2時間前です。俺は契約書を取り出し、注意書きの欄に記載してあった詳細な契約期限を後藤さんに指し示した。契約日時を厳密に取り決めた契約書を作成した理由。それは今回の案件がうちの会社にとって超重要なものだったからだ。締結する予定だった契約とその後の業務にはうちの会社が持つ特許技術が必要になる。後藤さんのいる大手製鉄会社と特許技術を共用し、その使用の許可も与える。契約内容にはそんな文言も含まれていた。そしてうちの技術を使わなければ、大手製鉄会社は新製品を製造できない。商談の中で、ちょっとした冗談の感覚で聞きましたけどね。うちの技術が使えないなんてことになれば、
御社は20億ほど損をしてしまうらしいと。俺は、そんなこと知らないぞ。ああ、本当に休憩所で聞いた冗談ですからね。俺が後藤さんの上司から聞かされたことは冗談では済まない本音だろう。だからこそ、後藤さん以外の人たちは真剣に商談に臨んでいたのだ。けど、それほど重要な契約書がないがしろにされたとは。俺は狼狽する後藤さんを少しからかった。今までそうされたことへのささやかな仕返し。重々しく嘆き、わざとらしくうつむく。すると後藤さんは慌てて俺に頭を下げた。悪かった。申し訳ない。これはすべて私の責任だ。短い謝罪の間、後藤さんの頭は上がらなかった。これまでのことはお詫びする。だから、どうにか契約を、もう一度話をさせてもらいたい。申し訳ありませんが、もうできません。御社とは、これ以上お話しすることはない。俺は後藤さんに顔を上げさせると、改めて契約拒否を突きつけた。そして後藤さんから離れようと腰を上げる。おい、待てよ。契約しろとうるさかったのは、あんただろうが。後藤さんは俺の前に立ちはだかると、塩らしさを捨て、元の横暴な姿を見せつけた。うちがいなけりゃ、あんたの会社は自利品なんだろ。だから、あんなにしつこく追いかけてきやがって。契約してやるって言ってるんだよ。うちと仕事させてやるよ。俺の進路を塞ぎ、後藤さんは数時間ぶりにヘラヘラと笑う。うぬぼれないでいただけますか？私どもは別に後藤さんの手を借りなくても自立してますよ。後藤さんの笑いには付き合わず、俺はどこまでも冷たく後藤さんに真実を告げる。俺の会社は大手製鉄会社以外にも多くの取引先を抱えている。最近では海外の企業にもアプローチをかけ、さらなる業務拡大を狙っていた。そしてそれを支えているのは例の特許技術だ。俺は父から会社を引き継ぐ前から一人で製鉄について勉強と研究を続けていた。大学の工学部を出て同業他社に入社したのもそのため。実家に戻ってからは海外の大学にも留学した。家業を存続させ、強い会社にするため強みを作ろうとした結果が俺をそうさせた。特許を取得した技術は鉄と異素材を掛け合わせる工程にまつわるもの。開発には多額の資金と膨大な時間を費やしたが、今やそれを回収してあまりあるほどの利益を生んでいる。そしてその技術は会社が誇る武器になった。特許があるからこそ、うちは大企業や海外の企業とも互角に競えるようにもなった。あなたに情けをかけていただかなくても、私と会社は自己努力でしっかりと実績を積んでいます。あ？なんだよ、嫌味か？そう思うならば、それで結構。どうぞ今日はお引き取りください。俺は最後に契約拒否を明確に伝え、近くの社員に呼びかけて後藤さんを追い出す。社員に先導され去っていく後藤さんは、冷や汗を流しながら何度も俺を振り返った。その目は俺に助けを求めているようにも見えたが、無視をして見送るだけだった。後藤さんとのやりとりから1ヶ月が経ち、俺は改めて大手製鉄会社と新規案件の交渉をやり直し、契約を締結した。この度は誠に申し訳ありませんでした。製鉄会社は社長自らが交渉の席に姿を見せ、俺に直接謝罪をした。それから後藤さんがあの後どうなったのか、その報告も受けた。後藤さんは俺から契約破棄を告げられたその責任を取らされた。会社に短期、長期間的に多額の損益を発生させることになった罪も背負った後藤さん。
その他にも、うちを含めた下請け企業へのパワハラ行為と理不尽な契約の強要も罪状として追加されたそうだ。その結果、左遷や降格もなく、一発退場の懲戒解雇。製鉄会社は今、後藤さんの後任人事策を考え、改革を進めている。御社の担当者には、後藤の前任を。彼が海外から戻り次第、挨拶に参らせます。製鉄会社の社長は、真摯に俺とその会社に向き合い、契約内容に関しても、熱心に練り直しを図ってくれた。俺もその熱意に応え、もう一度交渉に臨み、契約書に書面と押印を行った。仕事とは中身もそうだが、人付き合いもついて回るとつくづく思う。ビジネスライクという言葉はあるが、相手に対しての礼儀や尊敬は必要だ。契約成立の握手を製鉄会社の社長と交わしながら、俺はこれからも仕事とその相手に敬意を払って生きていこうと誓った。